空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は2月の8日日曜日でございます。はい、昨日からですね、雪が結構積もりまして、はい、ここ富津も珍しくね、雪が積もりました。はい、今もね、雪降っております。はい、まあね、今日明日はね天気良くなるような、天気予報ですので、まあ大した降らないと思いますけど、皆さんのね、の地域はいかがでしょうかね。関東でも雪降ったんですかね。はい、まあ、もちろん北海道とかね長野とか日本海側はね大雪でしょうけれども、はい、ここ千葉も、千葉県富津市も、珍しく雪が積もりました。はい、寒うございますがね、はい、そんなの関係ございません。はい、頑張ってリサイクルショップからお届けしたいと思います。はい、ということでね、今日もなんだまあいろいろやりながらねで午後はまた4軒や借家の方の解体ね、行ってまいりたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちら、こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。ということで本日は以上となります。っていうか何にも今日はしてませんはい、お客さんも来ませんでした。まあ雪ですからねしょうがないですね。はい、ということですが、午後からね、4軒や借家の方の解体工事には行ってこようと思います。ということで、本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ドローンいたします。ドローンはい、ということでね、小雨ならぬ小雪降りながら、4軒や借家の方にやってまいりましたけども、はい、寒いでございます。はい、はい、でもね、作業していくと暑くなりますんで、とっとと作業を始めさせていただきます。はい、今日はねこちら3軒目の壁解体やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツにはい、ということでね、今日はねこちら、奥の押し入れとお風呂のこの壁から解体していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日も、寒いでございますがね、今日は特に、雪降っております。昨日に引き続きね、はい、久々に富津の方も雪が積もりまして、まあ大したことないんですけどね、はい、埼玉とかね、北関東とかだとですね、やはり雪降るとちょっとチェーンの心配とかスタッドレスの心配とか、しなきゃいけなかったんでね、まあどうしようかなみたいな感じでね、困りますけども、ここ富津はですね、まあチェーンとかスタッドレスの心配はする必要ないなと。特に軽トラでね、四駆でもないし、まあ、肉なんでもう多分すぐスタックして止まっちゃうと思うんですけども、まあ、その心配がないので、大変安心でございます。はい、ということで、
今日もね寒いですけども解体をやっていっております。はい。ということで、ちょっとねまたね、人間の三大悩みということで、人間関係、そして、お金、そして、健康ということが、あるということでお話前回からねしておりますが、結論から言うとね、悩んでも無駄と、悩むほど、暇を作っちゃいけないと、悩めば悩むほど深みにはまるということですので、とっとと忘れてくださいという結論なんですが、なかなかそうはいかないということでね、特に人間関係の引き続きお話なんですが、前回はねマニピュレーターといって、自分のですね権力を誇示して、人に、なんですかね、自分の思い通りに動かそうと、そういう輩がね、もう DNA 的に、プログラムされている人間が、必ずいると、そういうお話をしました。はい。でね、それと同じようにですね、何でもかんでもね、話をすると否定する人、いわゆるイチャモンつける人ですかね。はい。っていうのも結構いると思います。これもねマニピュレーターに似てるんですけども、マニピュレーターの場合はですね、どちらかというと財力があってお金を握っているから、俺の言うことを聞けとか、私の言うことを聞けとか、あと権力があって上司だから言うことを聞けと、そういう形なんですが、例えば普通に平等に友達だったり、なんですかね、年下だったり、そういうんでも何でもかんでもね人が言うことに対して否定する人、いると思うんですよね。はい。これ天井爆弾なんですが、今日はちょっとね不発でございます。大したはい、じゃあね天井爆弾いきますよ。天井爆弾、迫力ある映像ではございませんので、さらっと流してください。でね、何でもかんでも否定する人っていうのは、いると思うんですけども、これ心理学的にですね、大体そういう人は、否定することによってですね、人の重箱の隅をつついて、なんていうんですか、荒探しする人っていうのはですね、自分のやはり、権力というかね、自分は偉いんだと自分は頭いいんだと、そういうことを誇示したい人が、なる心理、学的にはいるらしいでございます。はい。ですのでね、そういう人とね付き合ってるとね、非常に疲れるわけですね。はい。ですので、そういう方もですね、さらっと流して、根に持たないと、相手にしないと、こちらからね、そういうのが一番いいんですがこれがね、仕事で会議中で上司だったりとかするとね、また厄介でございます。何かお前ら考えてこいと、いいアイデアを出してこいと。で出せば出すほど否定すると、否定する、知識はですね普段にあって、何でもかんでも、否定すると。そうするとですね、1回や2回ならいいんですけども、毎回ではですね、こっちもねたまったもんじゃございません。はい。ですのでね、そういう時はですね、いやーさすがですね上司の方、それだったらご自分で考えてくださいとかね、今度はじゃあ〇〇さんの方が、考えてくださいよとかね、さらっとですね嫌味を言って流すと、そういうのがコツでございます。はい。それとね、勝手にね、何でもかんでも否定する人っていうのは意外とですね、前回言ったことと今回言ったことが真逆っていうことも結構あるんですよ。はい。ですので、とにかくね、そういう人は、否定したいと、人のなんていうんですかね、弱みというか、ミスをですね、つつきたいと、そういう方でございますので、なるべくそういう方は相手にしないのが一番コツでございます。はい。ということでね、なかなかね柱取れませんけども、頑張って外しております。
まあそういうことで人間関係に悩んでる人はね、悩んでも無駄なので、必ずねそういう人種はいるというふうに思っておいてですね、そしてそういう人とはなるべく関わらないと、関わらざるを得なかったとしてもですね、さらっと流すと、相手にね、なんていうんですかね、嫌がられない程度に、相手にしないと、それがね一番ベストでございますので、皆さんね、人間関係で悩んでる方はね、ぜひ、ご相談ください。私もね、実はですね、母親がそうでございました。母親がまさにそういう形で、小さい頃言ってたのと大人になって言ってるのが全く違うし、いつもこうしたいああしたいって言うと、否定する人間でございましたんでね。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。こちらね、押し入れぶっ壊しまして、廊下のね天井ぶっ壊しまして、お風呂のね壁ね、ぶっ壊しました。ということでね、まだこっちのキッチンのね天井とシンク、コンロとかねまだありますんでね、次回やりたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。やっぱりね寒かったんですけど、暑くなってまいりました。ということでね、今日はこっちね押し入れとお風呂の壁と廊下の天井を壊しました。ということでね、次回こっちキッチンの方のね、天井と壁と解体していきたいと思います。ということで、ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。人月